暗記という隠し武器、こういうのを隠し持って使うんです。でこう言っても相手は締めると、最後まで頑張って、でこう一回切って外からやっても相手締めると、なので止めて内からビーッときれいに作ってきましたね。で暗記ってこういう世界です。いわゆる素手格闘技で強いというのは僕の中でも消えました。中国武術の暗記、その使い方と練習法とは、宮平保先生に聞いてみよう。中国にいた頃暗記という隠し武器というのを非常に練習するこの方も当然戦前に結構危ない仕事というかな、危ない橋を渡ってた人物がいて、で憲法の腕っていうのはだったんですけど、怖いのはこの方は暗記を非常に研究していて、暗記で僕はこの人は人に教えてたり道場を持ってたりっていうことでは全くなかったんですけど、ちょっと暗記使う方と交流して僕の考えいろいろ影響も受けたので、せっかくだからちょっと紹介しましょうね。これって何かというと、要はこういうものですね。非常に小さい小型が入ってます。でちょっとよろしくなんか突きできますか。ちょっとパチンとこう突きできますか。でこうやってくると、パッともうこれで切って終わりですね。今何やったかと言いますと、こうですね。手首、ここで、ピッとこれで終わりですね。こういうのを隠し持って使うんです。でここが嫌であれば、月のこの速度、この部分の変化と大きいですね。パッと持つ、この変化と大きいですね。じゃあこの変化を切るのが難しいならばどうするかというと、ここ切りますね。変化の小さいここの筋を切ります。もう一回切りますね。というふうに自由自在にやるので、僕も中国行った時っていうのは当然格闘技、僕は空手から入っていって中国武術やったので、格闘技としても強いで、ストリートの本当にこうなんていうのかな、護身というか、そういうルールなしのおいても強いという両方を持っておきたいなという気持ちがあったんですね。いわゆる格闘家として強くて、そして、護身においても強くなりたいなと思いましたけど、この暗記の方と交流していて、交流した後はいわゆる素手格闘技で強いというのは僕の中でも消えました。でその暗記の方が僕に言ったのは、宮平素手の拳法がどんなに強くても、相手が素人で武器を持っていたら少しはなんとかなるかもしれないが、相手が突き蹴り投げ関節の武術の技術を知ってる上でさらに暗記っていうのをやってると、相手はそもそも突き蹴り投げ関節がどういうふうに来るっていうのを分かってる人間が暗記に、精通した人を相手にすると、あなたが20年拳法30年拳法練習しようか、一発で殺されるよって僕は言われたんですね。で僕もそう思いました。例えば後ろから首を絞められた場合、何が起きるのでしょうか。実際のイメージはこれだと思ってくださいね。実際はこれだと思ってくださいね。危ないからやります。これです。わかりますよね。もう一回ここに隠すんです。締めようとする。ここ切りますね。ここ手首で、僕はその暗記の人に聞いたんです。ここ締めようとするときで、ここをピッと切るのはよく分かったと。吹き出しますよね。ピッと切るのは分かったと。で僕この暗記の方に聞いて、でも相手を切ったとしても、血がブワーッと出たとしても、相手も必死なのでこのまま締め落とすんじゃないかという僕を質問しました。相手にね、危ない、相手も切られて血が出ててもそのまま締めるんじゃないかって質問しました。で彼は言いました。いい質問したなと。じゃあどういうふうにやるかっていう、こう言ってました。いわゆる腕いきますね。これだと分かります。腕こうピッて落とすと吹き出すけど、相手はそのまま締めると。なのでここで止めるって言ってました。そして角度を変えてここ内からビーッと裂くって言ってましたね。こういきますよね。でこういっても相手は締めると、最後まで頑張って、でこう一回切って外からやっても相手締めると。なので止めて内からビーッときれいに裂くって言ってましたね。で暗記ってこういう世界です。だからある意味チョークっていうのは平和な時代だから使えると、僕の感覚ではですけど、あくまでもいわゆる相手は素手という感覚、絶対的な条件のもとだと安心して使えるのかなと思いますね。なんていうかな、上半身裸でもダメか、ポケットにナイフの可能性があるので、裸で刃物を持ってないという状況だったら安心して使えるかもしれないですね。で当然ですけど、今の世の中にこの暗記の方も、僕当時60代ぐらいですから、当然もう今そうだね40年
球場、もしかしたら今いらっしゃらないかもしれない、そういう方が、地球上にゴロゴロしてるわけじゃないので、憲法もできて暗記も研究したと、戦前の彼の仕事柄だと思うんですけど、暗記も研究してたって人間はいないので、こういう隠し持った使い手ってはいないとは思うんですけど、そういったのもあって素手のこの締めるっていうのは中国であまり発達してなかったっていうのはそういった理由があるということですね。中国の暗記っていろいろこう見えないように、一見してこういわゆる習字の筆ありますね、筆のような形をして中に武器を仕込んでるとか、一見見えないような武器、つまり暗記なんですけど、なんて言うんでしょうかね、当然通り魔もね危ないんですけど、こう持ってわーではなくて、隠し持って使うという怖さですよね。例えば山下君ちょっとこっちに来てください。相手が刃物を持って5メートル10メートル先からわーっと襲ってくる、これも怖いんですが、暗記っていうのはどちらかというと感覚として普通の人の顔で普通の人として通行人で通り過ぎる、でここからやるわけですね。なので暗記の感覚はこの感覚です、いわゆる隠してるわけですね。だから本当にやろうとすると暗記の技術っていうのが生きてくる、これは中国の治安当時のというのを考えると分かりやすいと思うんですけど、以前僕は中国の刀の時に、スパッと振り切らないと、もちろん振り切る技もあるんですけど、振り切ってねこう技もあるんですけど、途中で止める場合もあるという話をしましたけど、ちょっと今のに通じますね。ちょっとこう例えば相手をこう切りっぱなしというか、切りっぱなしにするという考えはなくてですね、変な話こう切ってここで止めておくと言いますかね。例えば切ってきまして、相手がじゃあこれでちょっと止めてちょっとね、切って相手を切ったとしても、相手はその瞬間ピタッと止まるかというとそうじゃなくて、断末までですね、来ますね。そうなので切りっぱなしっていうのはここもやられるので、切った後ここで止めておくんですかね。切って止めておく。そうするとさらに来た時にこう突っ込んでいきます。暗記のための練習というのはあるのですか？ありますけど、ね、これも難しいですよね。使いようによって本当に悪用になると大変なことになるので、道場でも現代という時代に合わせた、例えばさっきのこういう刃物を持って、これもう過剰ですからもうありえない話なので、せいぜいボールペンを持って、何らかの時にこうね役に立つとか。相手がそういうものを持っているかもしれない、危ないものを持っているかもしれないと想像するってことは今の時代でも結構重要かもしれないですね。そうですね。重要になって、これは治安が悪くなってきてるということは残念なんですけど、実際事件ってやっぱり起こってますよね。そういう意味ではうちの道場生にはいわゆる格闘技として強くなりたいということももちろん若い頃は当然ありますけど、ちょっとそれとは超えたもの、例えばさっきのチョークに対してこういう説明がないと、当然チョークって非常にいい技として使えますけど、最悪こういうのもあるよというのも頭の隅に置きながら、うちの門下生には練習してもらってるっていう形になります。以前お話ししたことあります道場稽古と、日常の生活、ストリートで起こることというのを常に一致させて、道場稽古は道場稽古、一歩出たら一般の人ではなくて、24時間というか、常にこう意識持ってるというような練習体験には、しておりますね。今回特別に暗記の練習風景を見せてもらいました。暗記の練習ですね。暗記っていうのはいわゆるこの隠し武器ですね。暗記。やっぱり素手、人間素手だけっていうのはどうしてもやっぱり限界があるというのはね、それを含めて理解する上で暗記の練習っていうのは必要になります。これいろんな箇所があるんですけど、例えば首、まずこの中心線ですね。段中だったりもう我慢できないですね。相手押してくれば来るほど多分厳しいですね。この中心ライン、あとちょっとやります。ここで脇の下、ここも急所だらけですね。もう一回ね、想像してもここ分かると思うんですけど、ここ、あとここ肩のライン、懸垂、これ一発で落ちますね。喉言うまでもないですね。言うまでもないですね。これ言うまでもない。中心ですね。腕もきついですね。あと
頭蓋骨、まあ、こっちやれませんけど、これ頑張れる人はなかなかね、はい、こういったところ、はい、ちょっと、じゃあもう一回研究してみます。先ほどのこういう暗記のこういうもの、まあ、なかなか持ってないっていう場合は、まあ、先のとかだったらボールペンとかでもいいんですけど、持ってない場合はこういうネジですね。これ平たいんですけど、使い方によってちょっと聞いてください。使い方によっては平たく打つんじゃなくて、少しこう角を作ってこうやるとこれで全く同じ効果になりますね。じゃあもう一回、これ全く同じ効果になります、はい。いわゆるこの平たく打ってるんではなくて、こうですね、ここを角を作ったここを利用してやってます、はい、こうやってます、はい、ちょっと同じ効果ですね。我慢はなかなかできないです。あとはこれ先ほど尖ったものとほぼ効果は変わらないですね、はい、ちょっと触っただけですよ。もうこれでも効果は変わらないです、はい、これでもやってみます、はい、じゃあちょっと2人だけやってみます。いろいろ研究します。頭も痛いで、あと肩ね、牽制と、はい、はい、聞きますね。 OK です、はい。じゃあ次ですね、じゃあ山下君ちょっとタックルお願いします。これ背中のここ中心ライン、後ろ、はい、このラインにツボがいっぱいあるので、ちょっと組んでいいですか、ここですね。ここにもここのラインのツボが、これはもう我慢できないんですね。あまり長く持たない方がいいかもしれないね。これだけでっても十分ですので、これだけちょっと早くお願いします。大丈夫です。これ洋服にも全然穴が開かないぐらい突き刺すわけじゃないので、ちょっとゆっくりね、タックル、これも危ないんですけど、あと一つ怖いのが隠し武器なので見えないタックル、はい、はい、僕は歓迎で来てくれも言ってもいいんだけど、はい、来ますね、はい、はい、隠し武器、はい、はい、来るかどうか、はい、来てもいいですよということになりますね。はい、これが労働、はい、怖いですね。はい、で僕はこのタックルっていうのはなんていうのかね、格闘競技としては非常に素晴らしいんですけど、僕はちょっと中国である体験があってね、まあ、武漢にいた時なんですけど、何かニュースか何かで見た記事で、男の、ね、男性同士が喧嘩になって、一人がこうタックルでこう組みついてきたと。でたまたま持っていたボールペンで顔をね、ちょっと組んでみてください。顔をめった刺しにしたという、そういう事件をちょっと聞いたことがあって、まあ、20回30回、まあ、目いくかどうかねやって、相手がもう気絶か痛いのか何かでズドンと落ちたというようなのも聞いて、タックルっていうのは非常に怖いなと。逆に武器なしであればタックルっていうのは非常に素晴らしい有効な技術だけど、武器があった場合タックルっていうのは非常に怖いなっていうね、僕の中でちょっと思い出があります。こういう事件を見たことがあって、はい、なので、まあ、みんなこれやってみて、転結っていう技術はこれをさらに指を鍛えることでこの転結棒の代わりにやるわけですけど、これは一定期間の、練習というかね、訓練が必要になりますけど、こういう武器ボールペン1本持ってるだけで素手では絶対行えないこういった攻撃が可能だっていうのは覚えておった方がいいです、はい、非常にね気持ちも違いますよね。OK、はい、ちょっとこれやってみましょうか。タックルに対して一発で落ちますので気をつけてやってくださいね。はい、これは中心ラインを狙いましょうか。中心ライン以外にも急所っていうのはたくさんあるんですけど、まず基本なのが、はい、このラインと後ろのまっすぐのラインですね。これを捉えてください。一発で落ちますから。はい、ちょっとやってみましょう。はい、じゃあタックル。相手に見えないようにまず落ちます。はい、もう一回。瞬間です。そうですそうです。はい。はい、ラストもう一回。はい。はい。OK です。はい。ある意味中国武術がどうしてこのタックルっていう技術が発達してなかったかっていうのもそれだと思うんですね。今は転結棒というこの優しいやつですけど、これがじゃあ刃物だったらじゃあどうぞ近寄ってきてくれってことになりますね。タックルさんということになるので、中国武術はあまりねタックルが発達してなかったっていうのはある意味平和ではなかった。で逆にこのタックルができるっていうのはやっぱり平和な時代だからだと思うんですね。はい。1
分かれることで2、はい、3、見えないようにします。中国の伝統服内服ありますね。長いとね、こう見えない瞬間に出すということになります。はい、じゃあいきます。はい、1、どこに突き出すか。2、3、4、5、はい、OK です。はい。練習は安全第一だと思いますが、本来は何を使うのですか？中国語で直すと、転結棒になるんですかね。はい。中国は転結針っていうのがあって、実際突き刺すやつがあるんですけど。はい。ああいう形状のものだったら何でも使えるんじゃないですか？ボールペンでも使えますよね。はい。はい。いわゆる素手技術とはちょっと違うという部分の体験ですね。逆に言うとタックルというのが使える範囲っていうのがご理解できるかなという思いますね。こういうのは通常稽古の中に入っている？普通にやってます。はい、はい。格闘競技としてやっているわけではありませんので、はい、通常にやってますね。はい。護身という意味ではでもすごい実用性がありそうですね。そうですね。はい。護身としては有効だと思います。はい。はい。で、転結技術っていうのはさっき持ってたグッズをその指に変えて、独特の鍛錬をして、いろんな打ち方で相手に急所に突き込むっていう少し高度になりますよね。それに比べるとさっきのこういう護身グッズだったら、例えば女性であったり、はい、力が弱い人が大きい人にこう対抗するっていうのでは非常に有効かなと思いますね。はい、さあお知らせです。なんと宮平保先生がプライベートレッスンを始めます。あなたも宮平保先生に直接習ってみませんか？申し込みの詳細は天行健中国武術館のホームページから。ワクワクしますね。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。